金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。毛ガニっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。毛ガニっていうことでね、立派な毛ガニを買ってきました。しかも俺、タグ付きの極上毛ガニでございます。そしてこの大きさ、この重み、どれをとってもパーフェクトな毛ガニですね。この毛ガニはミシュラン店もこぞって使うぐらいもう最高峰の毛ガニらしいですよ。一杯お値段1万円以上しました。重さ測ってみましょうか。800ぐらいあるんじゃない？どうだ？あ、ほら、880ぐらいですね。毛ガニで 800g 超えって相当でかいですからね。で、皆さん毛ガニって言うと、なんとなく冬の食べ物だと思いますよね。でも毛ガニって実は、1年通して北海道のどこかしらで水揚げがされてるんです。ほんで、冬の毛ガニももちろん美味しいんですけど、夏の毛ガニも冬に負けないぐらい美味しい。なんで意外に毛ガニって外れのシーズンがないカニなんですよね。なので今日はこちらの毛ガニを使って僕が大好きな料理2つ作ります。1品目、毛ガニの甲羅酒。甲羅を軽く炙ってそこに日本酒を入れてズズッと飲む。これがたまりません。2品目、全然ジャンルは変わっちゃうんですけど、毛ガニのマカロニグラタン作ろうかなと思います。久しぶりにグラタンが食いてえということで、こちらの僕の大好物2品作っていきたいと思います。よし、そしたらまずこちらを湯がいていく必要がありますよね。湯がく前にまず毛ガニを洗っていきます。意外にこうやってね、発泡スチロールとカスとかこういうのねついてますんで、これを洗っちゃいます。軽くでいいです。そんな念入りにたわしとかで洗わなくても、もうザーッと洗い流す感じ。シャーッとね。で、生きたカニを買う時なんですけど、こう持ってずっしりしてるものと原則生きてるものを選んでください。で、カニは死んで時間が経てば経つほど身が溶けてきちゃうんですよね。なので生のカニを買うときは生きてるものを買った方がいいですよ。持ち上げても足がクッとしてるもの。こういうのを選んでくださいね。よし、そしたら釜茹でにしていきます。通したお湯にお塩。で、お塩はね、ちょっと今日少なめでいきます。あんましょっぱくしちゃうと味噌に塩気が回りすぎちゃうんでね。ほんと少しでいいです。で、茹でるときは甲羅を下にして入れてください。甲羅を下に。なんで甲羅を下にするかというと、茹でてる時にカニ味噌が流れにくくなるんですよね。毛ガニ以外でも味噌が美味しいカニは甲羅を下にして茹でた方がいいって言われてますね。あんな大きいカニもぴったり入りましたね。そしたらこれで25分から30分ぐらい茹でていきます。よし、蓋をして30分待ちたいと思います。それじゃあ30分後に移動。さあ、30分経過しました。いい匂いが立ち込めておりますよ。そしたら茹で上がった毛ガニを冷水にぼちゃんと入れます。だいたい1分から2分ぐらい冷水につけます。これやると殻を剥くときに身離れがとても良くなります。剥きやすいです。これは毛ガニだけじゃなくてね、例えばシャコエビとかでも茹で上がったものを一度冷水に入れるととても剥きやすくなりますよ。そしたら水につけ終わった毛ガニ、これを甲羅を下にして保管します。味噌が甲羅側に落ちて、甲羅側で味噌が固まるんですよね。なので、身の方に味噌がつくより、甲羅に味噌が寄ってくれた方が食べやすいですよね。そういうこと。こうです。はい、こんな感じ。そしたらこれを冷蔵庫で冷やしたいと思います。半日ぐらい冷やしますか。じゃあ半日後に移動。はい、では、冷やしました。キンキンです。なぜか1匹言いませんが、お察しください。でね、4杯も買ったんですけど、絶対1杯で足りるんですよね。こいつが一番重い。あとの2杯はこれ瞬間冷凍しておきましょう。そしたら毛ガニばらしていきましょうか。まず毛ガニちゃんのこの足のここですね。この関節のとこ。ここからハサミを入れて足を切っちゃいます。パチンパチンと。やっぱ 800g 超えの毛ガニは足も太い。これは第一関節はもちろん、第2、第3も結構な身入ってそうですもんね。毛ガニは食べるの難しそうっていうイメージあるんですけど、意外とコツさえつかめば簡単なんですよ。まずこうやって足と爪、全部もいじゃいます。はい、もぎ終わりました。そしたら、ふんどしを取って、この三角いやつ。で、その間に指を突っ込んで、ググググッと。簡単にパカッと割れますんでね。そしたらこの両サイドの白いふわふわ。これガニって言って、要するにエラですね。カニとかエビにはね、こういうのついてますんで、ここ取っちゃいましょう。ここはね、基本的には食べれません。食べる人もおるんだろうけど、基本的には食べませんね。味もそっけもないし、硬いんでね。
はい、そしたらこの状態になりましたら、甲羅の方のここびっちり味噌です。甲羅側じゃない、この身の方ですね。身の方の隙間。ここにも味噌がたっぷり入ってます。こうやって。なんで、この味噌を一回甲羅に落とします。全部落とします。結構深くまでいっちゃってください。このくちばしの奥、ここにもね、味噌たっぷり入ってますんでね。味噌をがっつり入れます。こんなに入りました。そしたら味噌の抜けた胴体、半分に切ります。サクッと。そしたらこの関節のところ、ここからハサミを入れて、チョキン、チョキン、チョキンと切っていきます。ここの関節の隙間、ここにハサミを入れていきます。チョキン、チョキン、チョキン、チョキンと。そしたら包丁を入れて真っ二つ。パコッと。こっちも包丁を入れて真っ二つ。こういう形ですね。で、あとはスプーンかなんかでほじくれば胴体の身がきれいに取れますんでね。これで胴体と甲羅の仕込みの完成。で、次はメインの足です。これはね、僕はまず一回ポキッと折って、こっちに入ってる筋を抜いちゃいます。この中には筋がない状態です。そしたら、こっからハサミを入れて、チョキ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 と、こう入れます。で、こっち側にもハサミをチョキチョキチョキと、入れます。そしたらあとは、パカッと。どうですか？綺麗な身が出てきました。茹で上がったものを一回氷水つけてあるんで、これで身がポロッと剥がれるんですよね。毛ガニの肉厚の身です。今日これ贅沢にグラタンに入れちゃいますからね。で、こっちの関節も容量は同じですね。こう折って、ポキッと折って筋抜いて、で、こっからハサミを入れて、反対側もチョキチョキチョキと。で、パカッと開くと。よいしょ。こんな感じ。この一番小さいところも同じようにチョキッと切って、ここはパカッと開けて、これつまみ食いですね。こうやって。うまっ。これ我慢できん。たまんね。むちゃくちゃうまいな、この毛ガニ。このきめ細かさとか、味の濃さとか、いい毛ガニはめちゃくちゃうまい。味噌は今日メインで使う食材ではないんで、食べてもいいです。これもうカニ好きの人はもう鳥肌立つレベルの映像じゃないですか。いただきます。本当にうまい。俺明日死ぬって分かってるんだったら、これ最後の晩餐これでって言うかもしれませんね。そのぐらいうまい。というわけで、あとはカニを続々と剥いていきます。はい、では、剥けました。これでもうあとは食べるだけです。で、僕今日グラタンと甲羅酒って言ったと思うんですけど、グラタンはビール、甲羅酒は甲羅酒で味わいたいんで、ちょっと甲羅酒、先味わっちゃいます。今から。すいません。ちょっとさっきまでツキノワグマの肉を焼いてたんで、煙が上がっちゃうかもしれないな。そしたらここに、カニの甲羅を置くと。で、軽く炙るイメージ。カニの甲羅の水分を飛ばすイメージですね。あんまり強火でやっちゃうと、カニの甲羅に穴が開いちゃうんで、弱火で。で、カニの甲羅がパリパリになってきて、味噌がこういう風にグツグツとしてきましたら、そこに日本酒、さーっと入れます。入れすぎ注意。このぐらいでいいんです。で、これでカニ味噌と混ぜて、で、このカニの殻からも香ばしい香りが出ますんでね、なんとも言えない味わいになります。よし。うわ、うまそう。これですよ。この両サイドをこう掴んで、で、ここにちょうどくぼみがあるんですよ。ここに口をつけて、いただきます。これ嫌いな酒飲みいるのかな？ちょっとうますぎるな。言葉が出ないタイプのやつだな、これ。この飲み方考えた人すごいと思う。日本酒をこうゆさゆささして、奥の奥まで日本酒を転がして、日本酒と味噌を混ぜ合わせると。そしてこの濃厚なのを、本当に素直に日本に生まれてよかったなと思いますね。もう一回行こう。多分これ翌日になるパターンだな。はい、翌日です。
昨日の夜は飲みすぎました。いや、幸せな時間だった。そして今、昼なんですけども、毛ガニグラタン作っていきたいと思います。材料がこんな感じ。牛乳、チーズ、ペンネ、バター、玉ねぎ、マッシュルーム、ホタテ、パセリ。で、毛ガニです。で、沸騰したお湯に、お塩。そしてペンネを入れます。ザザザザザ。こんなもんでいいかな。で、コトコトと10分ぐらい茹でていきます。よし、その間に具材切っていきましょう。まず、ホタテ。ホタテも2つ冷蔵庫に入ってたんで、入れちゃいます。ホタテとカニのグラタンなんて贅沢なんでしょう。すげえ大きいですよね、このホタテも。このぐらいに切っていきましょうか。ザクザクザクと。このホタテだけでかなりの量あるぞ。そしたら次、玉ねぎ。このぐらいの厚さにスライス。で、ブラウンマッシュルーム。これもこんな感じで切っていきましょう。で、お次はバター。今日はエシレのバターを使っていきます。バターはだいたい 10g ぐらいですかね。このぐらい。エシレのバターをこんだけ使うなんて贅沢ですからね。材料の仕込みはこんな感じ。よし、そんなこんなでペンネがいい感じなんで、火から上げておきましょう。はい、それではホワイトソース作っていきます。フライパンにオリーブオイル。で、火にかけて、で、そこに玉ねぎ。そしてマッシュルーム。で、塩コショウで味付けします。ここに小麦粉。大さじ2ぐらい。まんべんなくかぶして、小麦粉をまとわせていきます。この小麦粉を入れることによって、ソースにとろみがつきますんでね。小麦粉が多すぎても、ホワイトソースカチカチになってしまいますんで、これ牛乳と小麦粉の割合っていうのは割と大事かなと思います。で、そこにホタテ入れます。で、カニのほぐし身の方ですね。胴体の方。これも全部入れちゃいます。海鮮のいい匂い。あ、バター入れるの忘れてました。バターも入れていきます。よし、カニの身がほぐれて、ホタテにも火が入ったら、そこ、牛乳を加えていきます。で、牛乳入れるときに、いっぺんに入れるんじゃなくて、少しずつ入れていきます。2、3回に分けて入れていきます。そうすると、ダマになりにくいです。1回目。よーく混ぜて、2回目。で、3回目。よし。で、これで火を弱火にします。で、そこにほんの少しだけコンソメ入れます。このぐらい。だいぶカニの旨味がついてますんで、あんまりコンソメ入れちゃうと邪魔しちゃうと思いますんでね。隠し味程度のコンソメ。で、ゆっくりゆっくり火を通していって、とろみがつくのを待ちます。よし、このぐらいとろみがついてきましたら、茹で上げておいたペンネも入れます。で、この段階でホワイトソースをちょうどいい硬さまで持っていきます。よし、こんなもんかな。はい、ソースの完成。そしたらこちらをお皿に入れていきます。よっ。これは贅沢よ。で、そこにこちらの大ぶりの毛ガニの足の身を乗せていきます。1つ、2つ、3ついきましょうか。こっちにも1つ、2つ、3つ。で、その上からチーズをかけます。そしたらこちらをトースターで焼いていきます。そしたらトースターで10分ほど焼いていきます。トラ出てきなさい。危ないよ。ちょっと出といで。はい、偉い。さあ、どうかな。うおー、めっちゃいいじゃないですか。焼き目もバッチリですね。はい。そしたらこれで毛ガニのグラタンの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。上手にできました。おお、
このチーズの伸びですよ。ほら、ホワイトソースの柔らかさもバッチリですね。じゃあこのカニの身と一緒にいただきます。これマジか。僕このグラタンに名前つけるとしたら、北海グラタンっていう名前にしますね。北海道の海の幸、ホタテと毛ガニのいいところがちゃんと出てる。で、ホワイトソースの味付けもバッチリ。今までのグラタンで一番うまくできたかも。うまっ。ホワイトソースにもふんだんにカニの身を使ってますんで、どこ食べてもカニ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 ですね。で、たまに入ってくるホタテの角切りが口に入れた瞬間にバチーンとこう旨味を放出するんですよ。とんでもなくうまいグラタンです、これ。めちゃくちゃうまい。はい、ということで今日はこちらの毛ガニのグラタンときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。昨日あんだけ飲んだからもう飲まないのかな、休館日なのかなと思いきや飲んじゃうんですよね。夏はね、倍飲みますね。他のシーズンの7対3と言っても過言ではないでしょうか。いただきます。うめえ、溶けるわ。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はタグ付きの毛ガニを使って甲羅酒とグラタン作ってみましたけども、今日の毛ガニはポテンシャル高すぎましたね。身は美味しいのはもちろんのことは味噌ですね。これあんなに濃厚で癖のない毛ガニの味噌を食べたのは生まれて初めてかもしれませんね。カニ専門店とか行ってもあのレベルの毛ガニは出てこないと思う。そのぐらい素晴らしい毛ガニでした。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。